はい、皆さんこんにちは。こんな姿で申し訳ないんですけれども、今日はこのうさぎのハロウィンメイクをやっていきたいと思います。今服が、これは上が黒のトレーナーなのでこんな感じでちょっと申し訳ない。本当はもう下もちゃんと可愛くしたかったけど、今日はもうすぐ皆さんハロウィンということで何のコスプレをしようかなって迷ってる方多いんじゃないかなと思っていて、ハロウィンってアニメのコスプレだったりとかグロテスク系とか可愛い系とかいろいろあると思うんですけど、その中から今日はこの可愛い系をチョイスしてうさぎとミックスさせたこのメイクにしてみました。いつも私がコンセプトにするのはやっぱり写真で盛れるメイクっていうのと、やっぱり今回はこのうさぎなのでうさぎらしさをメイクに入れれるかっていうところでメイクはいつも頑張っているっていう感じなんですね。で、いつもよりこうやって濃く見えると思うんですけど、写真で見れば超可愛く盛れるメイクになっておりますので、そのテクニックとかも注目していただければなと思います。それでは早速眉毛からやっていきたいと思います。私はもともとこの眉毛がしっかりとちゃんとあるタイプになりますから、パウダーちょっと毛と毛の間埋めるくらいでちょうどいいかなと思います。で、私は前髪が普段ないんですけど、今ウィッグなんであるんですね。で、前髪がある時はその眉毛をいつもみたいにちょっとしっかり描きすぎると重くなってしまったりとか目力がなくなってしまったりするので、眉毛はできるだけ薄いカラーで、この一番薄い色とこの隣の薄い色を混ぜて毛と毛の間を埋めるぐらいがちょうどいいかなと思います。眉尻の方を埋めていく感じですね。でもこれは私の眉毛だからっていう感じですね。人によって眉毛って毛がある人ない人とか薄さとかあるんで、例えばコスプレイヤーさんとかの眉毛って見てもらったら分かるんですけど、本当にアニメみたいな感じであまりつってはないし細眉だったりする。で、私はもともと眉毛がある状態なのであまり描かない。今回は眉毛はあまり存在感を出したくないっていう感じですね。で、ちょっとウブな感じ、その上手すぎない、形が整いすぎてない眉毛を今回は目指したいと思いますので、逆にね、私はもともとこの黒い眉毛なんで、これはねピンクブラウンの色なんですけど、毛の色を染めるみたいなイメージでのせていきます。のせればのせるだけ色は変わるけど重たくなってしまって逆にのっぺりした眉毛になってしまったりするので、全部をこの茶色に変えようとせずにほんのりのせるってイメージがベストだと思います。なので今日はいつもよりもあまりキリッと整いすぎてない、ちょんと描いたかなぐらいの眉毛で大丈夫です。で、これで前髪を下ろしたら、眉毛は隠れますから、ちょっと眉毛が見えてるかなぐらいがちょうどいいと思います。ハロウィンって言ったらやっぱり写真盛りたいじゃないですか。だからラメ感を私はあんまり強くしたくないです。でも、入れたいんです。もちろんラメ感も入れたいけど、あまりラメ感を強くしすぎてしまうことによってハレーションっていうものを起こしちゃって、逆に光の反射で腫れぼったく見えてしまったりだとか、目が小さく見えてしまったりっていう可能性があるので、ラメの入れ方っていうのはすごく気をつけていただいて、で、写真が盛れるのに大事なのってやっぱり血色感じゃないですか。で、血色感ってチークで演出する方も多いんですけど、今回はアイシャドウにも血色感を入れたいなと思いますので、こういうピンク系のカラーを使ってアイシャドウを施していきます。一番薄いピンクですね。これをアイホール全体にまず入れていきます。ちょっと濃いかなっていうぐらい入れてあげた方がいいと思います。みんな仮装してるもんですから浮かないんです、濃くしたって。なのでなるべく濃くなるように色もいつもよりちょっとアイシャドウこれ濃すぎたかなぐらいのレベルでのせてあげるとちょうどいいと思います。本当にこれわかるかな、薄いピンク今アイホールにのせて同じピンクで目の下ものしていきます。涙袋になる部分ですねに全体的にのせていく。
こういうベリー系のカラーのリップですね。でこれはふわっとのるマットなリップなんですけど、それをこうブラシに取って体幅の部分に優しくぼかすように入れてあげます。このリップで入れることによって発色がすごい効いてくれる。リップってやっぱ口に塗るものだから本来しっかり取れにくいものが多いし、このくらい濃いものを入れていきます。こんな感じで今二重幅のところに入れました。そしたらこういう細めのね、先端が先っぽになってる細めのでもう一度同じこの色をですね、こうやって取ってあげた方がいいかも。取ってこの目のこの際に入れていきます。これもやっぱリップで入れることによって入れやすいし、しっかりここって締め色を入れたい部分だからちゃんと締めてくれる。で全ていつもよりオーバーめに入れてあげた方がいいです。ちょっと太すぎたかなとか、そのくらいやってあげた方が可愛いと思います。はい、ここに入れました。そしたら同じこの細いペンを使ったまま涙袋にしたい部分に影を描く。で影ってブラウンで描かなきゃいけないと思ってる人多いかなと思うんですけど、こういうピンクでも意外とちゃんと影になってくれるし、アイシャドウと同じ色を使ってるので馴染みが良くなります。もうこれもお絵描きぐらい入れちゃう。アイラインはこれはもうしっかり黒で入れます。どれだけこう繊細に細くでもちゃんと目が漏れるような形で入れられるかっていうところが大事で、一旦目の縁を描いたらここはオーバーに垂れさせます。オーバーにだよ。なのでもう垂れ目です。めっちゃなじませるとかない、お絵描きみたいな。今こっち入れました。結構変わりますよね。はい、それをこっち側もやっていきます。てか私は今このメイクしてるけどさ、ハロウィンの日何やろうかなって未だに思ってて、コスプレまずコスプレしようかどうかってところも悩んでるんですけど、コスプレの服とか買うのがちょっとめんどくさがり屋でなんか一回探してみたんですよ。こういうのやりたいなとかで探してるうちになんかこれさっきも見たとかなっちゃうと、もうなんかいいやとかってなっちゃって性格出ちゃいますよね。ちょっと探すのがめんどくさくなっちゃうので OK。 こんな感じ。目のここのくの字になる部分になるべく中にこうやってちょっと描きづらい人はこうやってクッて引いたらこの中側に描いてあげて戻したらちょうどよくなるんだけど、私は結構慣れてる作業なのでこのまま描くんですけど、ここに入れてあげます。同じブラックでこんな感じ。全然違うの。クイッと目が中に入る。この作業はいつもなるべく粘膜色の色とか薄いブラウンとかで薄くぼかして入れてあげる作業だけど、こんなリキッドで濃くさブラック入れちゃったからさ、なんかもう顔が変わっちゃって、でもコスプレイヤーなんで今日は大丈夫です。ここにあるこの濃いブラウン使ってここのね目の下になるここの縁に色を入れます。これをすることによって垂れ目になる。はい、入れました。そしたらまつげに行きますけど、
私はもともとまつげがちゃんとあるタイプなのでつけまつげをつけないんですけど、つけまつげやつけてあげると、目を盛れるかなと思います。ただ束感が強いものとか毛が多いつけまつげだとちょっとギャルになっちゃうかなっていう印象はある。だからちょっと細くて繊細で地まつげっぽいつけまつげをつけて、あとはマスカラでボリュームを足すみたいなイメージの方がいいかなと思う。今回地まつを今までで一番最大限に伸ばしたい、太くしたいって感じなんで、結構工程時間かかると思うんですけど、ロングタイプのこういうねマスカラで、このマスカラはロングタイプになるので、こうちゃんと根元からつけてあげてもダマになったりはしづらいので、全体につけるイメージ、繊細にねイメージでつけてあげると、こんな感じでまつげ上がります。でもうこれもしっかり黒ね、ブラック。私の持論だけど近距離線ならブラウンだと思う。で写真で盛りたいとかそういう感じだったら私は黒のマスカラだと思う。自分の髪の毛が黒だから黒しかつけないって決めてるんだけど、でこれも下まつげも同じぐらいしっかりとつけます。わかる？この下まつげの量、こっちない方ね。さっきは超ロングタイプ使いました。次は超ボリュームタイプ使います。このくらい太くてもうザ・ボリューム向きっていう感じなんですけど、これを毛先につけるようにしてのせていく。で毛先が太ければやっぱり毛一本一本の存在感が出る。ですごく目元もパッチリして見えるので、こうやって毛先を中心にして横に流すようにしてつけていく。はい、こっちも毛先を中心につけていく。たらもうバッチバチのまつげが仕上がりました。私はこうやってもともとあるんですけど、ない人はそのつけまつげをギャルになりすぎない程度のつけまつげを私はおすすめする。私はねここに付属しているここのねちょっとこの大粒のピンクのラメをのせていきたいんですね。で、私は綿棒で取ってから入れるんですけど、こうなるじゃん。こうやってつくから一回手のひらにのせてあげて、でこうまぶして潰してまぶして必要な分だけ取ってのせてあげるとうまくつきます。これを涙袋の黒目の下の部分に入れてあげます。おかしいんだよ普通は、こんなとこだけにポツンみたいな感じで大粒のラメがあるっていうメイクは。ただハロウィンメイクだからおかしくない。全部オーバーだと浮かないんですよ。ほらこの黒目の下にキランって、アートみたいな感じほぼで、ここ目頭の部分にもはい、こんな感じでここにも入れました。わかるかな。ちょっとこう写真とかねフラッシュで撮るとキラッとして分かりやすくなるんだけど、今回は最後にこちらのねうさぎ耳の耳をこれをねポンとここにうさぎをつけますから、ちょっとうさぎをイメージした鼻にしたい。いつも通りこちらの私のシェーディングを薄い方の、これは薄い方で大丈夫です。薄い方を取ってもらって、まず、こちらにねいつも通り眉毛のここにねシュンシュンシュンと入れますね。はい、こんな感じです。そしたらこちらの濃い色を取って鼻のここね三角になるこちらの部分に影を入れます。でこうやって見るとめっちゃ濃いんだけど、このぐらいで大丈夫。濃く入れます。うさぎなんでこんな感じになるんだけど、そしたらぼかす。とりあえずぼかす。
ぼかすと意外と馴染む。ただ濃くていい、全然濃くていい。こんな感じ。まあこれね入れてるとおかしいんだけど、そういうメイクとして見ていただきたい。そしたらね、ちょっと先に入れたいチークをこちらにある、まあ、こういうねもうパープルみたいなチークをここに取って、この鼻先に入れる。いつもはこの鼻の裏にここに入れるんだけど、もう鼻先に入れる。こうやって寒くて鼻が赤くなっちゃったみたいなうさぎさんにします。はい、可愛いです。ハロウィンなんでね、このくらいやらなきゃ。続きましてリップいきます。こういうねペンシルタイプのこういう粘膜色のピンクをまず縁をなぞります。で本当にこうプリンとした唇を描きたいじゃないですかとか言って、私はそういう唇を目指したいので、これもちょっと口の形を変えるイメージで、こういうわかる123みたいな唇を描いていく。だからこの口角もクイッとちょっと上げたいから、わかる、こっち描いてない方でこっち描いてる、こういう感じでちょっと口角上げる。はい、ほぼねもうね口アートみたいな感じなんですけど、これを同じ色で全部塗りつぶす。1回。そしたらちゃんと綿棒で口の周りはぼかします。これ大事。ぼかすことによって馴染むし見ていられるみたいな。もうぼかすことで馴染むからね。はい、めっちゃ馴染みました。超真っ赤なリップを使って唇の中心部分に色をのせます。このポイントとしては、ちゃんとここの口の口角の部分にこの濃い色ものせてあげる。そうすると口角が上がったように見えるから。はい、こんなリップ。はあ、かわいいけどもうほぼ誰みたいな感じですよね。わかります。チークね入れていきます。チークはこういうコーラル系のものと、あとさっき鼻に入れたパープルのベリーピンク、これを2つ混ぜてチーク入れていきます。チークはど真ん中、ここ目の下、ここにほんわり丸くポンってなるように入れる。こんな感じ。でも目の下に入れてあげる。これはでも結構韓国のアイドルの方とかやるチークの入れ方ですから、そんなにね違和感があるなって感じはしないと思うんだけど、でチークももう面白いぐらい濃く入れてあげて、でこういう大きいブラシでぼかす。このぼかす作業大事だからね、個人的に。そしたらここの目尻に入れたラメがブルー系のラメなので、ハイライトもこういうブルー系、これブルー系に光るのね。だからこれを入れていくんだけど、もうね今回の一番大事なのはハイライト。やっぱり動物はウサギもそうだけどマットだけど鼻とかテカるじゃん。あれって生きてる証じゃん。それをもうねこうチヤンと入れる。鼻にぶち込む。鼻をねもう動物にしたいから、今回はこんな感じ、ここだけに入れます。じゃーん。てかこれかわいい。本当はね結構グロテスクな系をやろうかなとか思ったんだけど、グロいのってなんか YouTube 的に大丈夫なのかなみたいな。ほら私1級なんでうまい取れちゃった
1級なんでうまいんですよ。これ本当に冗談抜きに。だから本当に怪我したんじゃないかみたいなぐらい黒くなっちゃったら困るじゃないですか。なので今回はこのね超可愛いみたいな感じのうさぎメイクやってみました。このねメイクがちょっと濃いんだけど、意外とこうやってウィッグが振ったりとかうさぎの耳つけたりすると馴染むものなので、ちょっといつもよりこうオーバーにはしゃいでみたメイクっていうのもありなんじゃないかなと思います。皆さんぜひこれ参考にしてみてね。これで猫耳とかも可愛いと思いますよ。皆さんもぜひ参考にしてみてください。それでは皆さんじゃあねー、バイバーイ。